はい、ということでお願いします。ジミーです。名前の由来はジミー・ヘンドリックスですかね。ニックネームはジミーと、あとたまに J って呼ばれたりします。誕生日は2000年の2月26日です。イーソと一緒ですね。血液型 A 型です。チャームポイントは笑顔です。適当で陥落主義です。口癖はあーとか低い声で言うことですかね。なんか得意なスポーツバスケットボールと、最近発覚したのは走ることが速いことですね。趣味は音楽制作と、あとはウイスキーとかも好きです。ちょっとした特技はそろばん暗算ができます。お気に入りの部位、肩の筋肉とかが好きです。得意料理はアボカドトーストと、最近はカオマンガイはメンバーに作ったりしてます。めっちゃうまいです。好きな食べ物はアボカドと、最近はハンバーガーとかも好きです。好きなおにぎりの具、和風ツナマヨネーズ。好きな色は黒、紫、あと黄緑、サイキックカラーです。自分のトリセツ1行目は何だろう。意外と安全です。あれですね、音楽を取るマイクとスピーカーとパソコン、それがあれば生きていけます。自画像を描いてください。やばいな。うわ、これ髪の毛がネックなんですよね。はい。うわー、髪の毛がむずい。結構ファンの人とかが描いてくださるの見るんですけどね。髪の毛むずい。じゃあこんな感じです。似てますか？これスタッフさんは何も喋ってくれないの寂しいです。あ、なんと言ってますか？なんだろう、思春期的な目してるんで、おいさ、またなんかお前やらかしたんちゃうんとか言ってるじゃないですかね。後輩ビってると思います。尊敬する事務所の先輩は3代目 JSOULBROTHERS のエリーさんです。ずっと僕はダンス憧れで、もうエリーさんのダンスを見てここまで自分が来れたなと思ってます。 XPG の思い出はそうですね、まあこう剣くん、メンバーの剣とすごい仲良かったのと、すごいセカンドさんだったり今市さんだったりのバックダンスをさせていただいたので、すごい下積みは一緒にしたのが思い出ですね。辛かったこともなんか一緒に頑張ろうなってすごい言い合いながらここまで来れたかなと思います。好きなジャンルダンスは僕は R&B が好きです。ちっちゃい頃から R&B を聴いて育ったので一番楽しいです。アーティストになりたいと思ったきっかけはやっぱりダンスをやっていたので、すごいふわっとしてるんですけど、一番ステージに立ちたいなと思ったのは EXILE さんの多分パーフェクトイヤーかエボリューションのツアーを見てですかね。初めて立ったステージは、ツアーは3代目さんのブルーインパクトツアーっていうのが初めての自分が全国を回らせていただいたツアーです。ダンスの振り付けを考える、覚える方法、サイキックフィーバーで結構振り付けをさせていただいてる方だと思うんですけど、やっぱり僕らは身長もバラバラですし見た目もバラバラなので、なんかある意味こうそれぞれの個性が出るようにあんまり細かすぎず、なんか揃っ
揃うとかそういうよりもこうそれぞれの個性だったりステージ映えするような大きい振り付けを作るような心がけています。好きなご飯のお供、けど最近食べてないですけど、塩辛が一番美味しいなと思います。最初に食べるもの、最初に最後ですかね。新地の自慢、いい古着もいっぱいありますし、美味しいご飯もありますし、意外と場所も真ん中で近いですし、いっぱいあります。止まらないです。好きだった給食は、名古屋の人はおぼろ味噌麺っていうソフト麺が好きだと思います。僕も大好きです。子供の頃の夢は、すごい僕漫画が好きなので漫画家になりたい時もありましたし、あとはバスケットボール選手にもなりたかったですね。あと体育の先生。アーティストじゃなかったらやってみたい。やっぱアパレルをやりたいですね。一番好きなので。一番落ち着く場所はどこだろうな。トイレ。最近よく聴いてるアーティストは、すごい僕音楽も作るのですごいなるべくジャンルレスに聴こうと思ってるんですけど、最近はどうだろう、The1975 っていうバンドがよく聴いてますね。好きな音楽のジャンルはやっぱりヒップホップは軸にあるんですけど、 R&B も好きですし、あとジャズもすごい好きです。好きな映画はウィル・スミスさんとその息子のジェイデン・スミスさんが主演している「幸せの力」っていう映画が自分のモットーにもなっています。好きなアニメとキャラクター、好きなアニメは「ワンピースで、アニメは見ないんですけど漫画ですごい読んでて、そのキャラクターでサンジっていう男のキャラクターがいるんですけど、すごい女性にも優しくてかっこいいなって思います。むずい、なんだろう、おいマリモですか。アニメ見てないんですけどね。自分を動物で例えるとブラックパンサーですかね。黒ヒョウ。ブラックパンサーの真似。はい。自分をアイスクリームに例えると、もう僕は甘さ、自分をアイスクリームの味に例えるとですよね。いや、甘々なバニラですよ。やっぱり濃厚で甘い男です。死ぬまで一回してみたいこと。けどこの会議とかすごい静かな場所でなんか急に叫んだらどうなるんだろうっていうのは、すごい静かなとことかでカフェとか急に規制上げたら周りはどんな反応するんだろうっていうのはちょっと気になってます。つい集めてしまうものはやっぱこう服とか買った時のステッカーとか、もらったステッカーとかはついつい集めてますね。最近一番笑ったこと、ほんと最近なんですけど、堀井夏樹くんの家にもうこれぐらいのマリリン・モンローのポスターがあって、それをイーサが自分の部屋にこれを担いで運んで自分の部屋に飾ってたことですかね。もらったんですげえでかかったなっていうのが面白かったですかね。最近泣いたことはなんだろう、あんま泣いてないです。最近の失敗エピソード、失敗もそんなにしないですかね。幸せを感じる瞬間、いやいつも感じてます。結構毎晩今日は楽しかったなとか思い返しますね。ストレス発散方法は音楽作ったり、音楽でもストレス溜まるときは寝ます。過去に行くか未来、過去ですかね。けどどっちも行きたくないです。正直めんどくさいんで。三度の吉弘何が好き？音楽が好きです。本当に音楽は。最近冬は一言で表すと家族ですかね。僕のグループでのポジションはなだめ役というか、一番トゲがないと思っているので丸くまとめたりするのがうまいですかね。これまでで印象に残っていることは、武者修行はやっぱり一番最初、2019年の方は絶対忘れれない思い出です。
他にメンバーにはやっぱ音楽への愛とラップへの愛とそれに対する努力。メンバー入れ替わりたくないです今行きたい場所はけど今だったらタイでの生活もあるのでちょっと家族に会いたいなって思ったりしますね。オフの日にしたいことは今曲をたくさん書いてるのでレコーディングだったりそういう自分時間に当てたいです。撮ったお気に入りの写真仕方ないな。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。携帯からでいいんですか？ちょっとなんか画面汚いと恥ずかしいな。はい。すげえうまかったラーメン期待外れでしょう。はい。地球最後の日は何したい？普段通りのことをしたいですかね。最後の晩餐はなんだろうけど何でもいいんですけど誰かとご飯食べたいかもです。みんなで楽しく。好きな方弁は自分が喋ってるのは三河弁が好きで人が喋ってるのはすごい博多弁とかは博多弁惹かれますね。ギリギリ言える自分の秘密本当に裏表がないと思います。このまんまですファッションへのこだわりは似合うのも大事ですけど自分がテンションが上がるか上がらないかがこだわりですかね。お気に入りのファッションアイテムやっぱけどジュエリーは今つけてるのも全部首にもつけてるのはやっぱり自分がお母さんにもらったやつだったりデビューする前からこう着々と買いだめたものなのですごい思い出が詰まってます。マイブームマイブーム一生音楽がブームですね欠かせないルーティーンはお風呂入った時に体洗うと同時に絶対足のマッサージは足意外と怪我しやすいんでそこは絶対やってます。必ずバッグに入っているものは香水とフレグランスとかは絶対入れてますね。一つだけ持っていくとしたらナイフとかですかね。便利そう一人だけ連れていやもう絶対揉めるの分かってるんで絶対誰も連れてきたくないですね。超能力瞬間移動ですね。瞬間移動はもうこのお仕事マストです。メンバーと話してて一番笑ったエピソードなんだろうな。けど一番楽しかったなっていうのは寮に住んでいた時にこうみんなでリビングとかに集まってこうなんかその時全然みんな未成年とかで全然若かったんですけどなんか何も特に普通の日常の中でメンバー全員が組体操をリビングでして全員こう四つん這いになって321でこのピラミッド作った時の写真がまだ残ってるんですけどすげえ楽しかったなっていうのは覚えてますね。朝起きて最初にすることはトイレに行く。猫猫派なんですけど重度の猫アレルギーです。パン派ご飯派グルテンフリーに気をつけてるのでご飯派です。インドアアウトドア最近はめっきりインドア派です。一番やっぱ楽しむことですかね。好きなゲームは全くしないです。好きなフルーツはぶどうとかですかね。ぶどう圧倒的絹派です。最近起こったプチ事件は最近起こったプチ事件ちょっとこれ痛々しいんですけどあれかな眉毛整えてたらここワックスでピッてやったらここの皮全部剥がれたことですかねコンビニでつい寄ってしまうコーナーはコーヒーのとこですかね。コーヒー好きなので
デビューして変わったこと、いやないですね。本当に自分自身はなくて、けどおめでとうって言ってくれる人がすごい増えたのかなって、それ嬉しいです。好きな季節は冬です。ファッションが大好きなので重ね着ができるので。前世は何だと思う？いやマジ常人だったと思います。何も普通のカラオケの箱は、最後の雨。好きなお菓子は、お菓子もあんま食べないんですけど、ブラックサンダーとか美味しいですかね。初対面の人の初めて、初対面なんで顔見ますよね。アメージングコーヒーで好きなドリンクはソイラテ。ソイラテがめっちゃうまいです。いははなんだろう。じゃあ、はい。膝からキュンです。これは粒子のせいってことですもんね。いや、これはもう、ザ・ウェイクアップマンでしょうですよ。アーカイブないですけど。プライベートで交流ある。ファンタスティックスのなつきくんと、あと、ジェネレーションズのサウンドのレオさんも結構よくしてくださりますし、あとは結構ツアーメンバーが多いので、ランページのよりも後輩のグループはみんな結構仲いい方ですね。メンバーと旅行行くんだったら温泉とか行ってゆっくりしたいですね。ビーフはチキンビーフですね。好きな言葉、座右の銘はハピネスっていう映画でもあるんですけど、ハッピーに Y にネスっていう言葉がすごい好きです。ファンに質問したいことは、けどあれですね、いつサイキックを知ってくださったんですかっていうのはすごい気になります。どのタイミングで。今挑戦したいことはサイキックフィーバーの楽曲の提供だったり、なんかリリックとか作曲に関わってみたいです。最近覚えた言葉は、田中銀行です。好きなカオマンガイが大好きです。あとガパオも好きです。タイに行きたいところ、僕あんまりアウトドア派じゃないんで、けどゾウは乗ってみたいですね。ゾウさん。タイに行くにあたって目標、やっぱり自分たちは音楽とパフォーマンスが軸なので、もっともっといろんな人に知ってもらうチャンスですし、その分もっともっと自分たちのことを高めて皆さんに好きになってもらいたいので、もう修行は欠かせないですし、日本の皆さんにももっともっと楽しんでいただけるように、音楽だったり自分たちの、ライブも今こうやって SNS もあるので、すごくなんか今までの倍ぐらい頑張って皆さんにいろいろ発信できたらなと思ってます。終わり。ありがとうございました。